Hi, welcome back to my channel. 皆さん、こんにちは。元気ですか？今日は特別な人にインタビューしたいと思います。実はこれからインタビューする人は私の先輩で、私がメキシコで日本語を教えていた時の先輩です。はい。だから今日は私はタメ語を使いません。敬語で話します。もちろん、ゆうすけさんは私の先輩なので、タメ語で話すと思いますが、私はフォーマルスピーチで話します。だからこれはみんなにとっていいリスニングの練習になると思います。私は敬語、ゆうすけさんはタメ語で話します。話すと思います、多分。いつも敬語、タメ語で話すので。はい、じゃあ、without further ado, let's call him. はい、皆さん、せーの。ゆうすけさん。はい、どうもどうも。ゆうゆう日本語の、ゆうすけです。はい、今日はよろしくお願いしまよろす。しく、なんか久しぶりだね。久しぶりですね。うん。はい。みんなもわかると思うけど、ゆうすけさんは私の先輩だから、私は敬語で話して、今みたいに、うん。久しぶりですね、久しぶりだね、って感じで、タメ語と敬語が混ざってると思うんですけど、そうだはい。ね。はい。敬語を話さないと怒られますね。そうですね。ゆうすけさんに、ウィスとか言ったらちょっと怒られるので、そうだね。気をはい。つけてね。いや、そんなはい。俺すご今日、い怖いキャラみたいになってるけど。今日は気をつけます、私。みんなのたはい。めにも気をつけた方がいいね。そうですね。ははい。い。いい勉強にな頑張ります。ると思います。はい。で、今、メキシコのどこに住んでるんですか？今、メキシコのグアダラハラっていう町に住んでる。どうして日本から地球の反対側のメキシコにうん。行こうと思ったんですかっていうのが私の質問なんですけど。そうだね。で、この質問ね、よく聞かれるんだ。うん。すごいなんかみんないい答えを待ってると思うんだけど、その大学生22歳の時、もうただ外国に行ってみたかったっていうのが一番その大きな理由なんだ。うーうん、なるほん、ど、なる海外ほど。に行ってみたかったっていうのが一つ。で、もう一はい。つは日本で働きたくなかった。うん、日本で働きはい。たくなかった。うん。こはい。の二で、それはつかな。どうして日本で働きたくないって思ったんですか？そうだね。僕はね、その大学で経済、エコノミーの勉強をしてたんだけど、まあ経はい。済についていろいろ勉強していくうちに、ちょっと俺は嫌だなと、楽しくなさそうだなっていうふうに思ってしまって、はい。うん、じゃあ外国で働いたらもしかしたら楽しいかもしれないと思って海外に。なるほど、なるほうん。ど。はい。でも、ね、近い国もたくさんありますよね。中国とか韓国とか、まあアうん。ジアでもたくさん働く機会はあると思うんですけど、うん。メキシコを選んだっていうのは、スペイン語を勉強してたんですか？一応ね、大学の第二外国語って言って、日本の大学生は選ばなきゃいけないじゃん。英語プラそうですね。ス他の言葉。そのはい。言葉がスペイン語だったかな。一年なちょっるほど。と勉強したと思う。うん。じゃあ、メキシコに来る前にはうん。もうスペイン語が話せたんですか？いや、全然話せなかった。もう、なんか、みんな日本人ってすごい真面目なイメージがあると思うけど、日本の大学生ってあんまり真面目じゃない人が多いと思うんだ。そうですね。はうん。で、いはい。僕もその一人だったから、全然勉はいはい。強してなかったんで、メキシコ行くときは、話せなかったね。なるほど、なそう。るほど。まあ、え、ただ、うん。はいはい。いいあ、どうぞよいいよ。どうぞ。じゃあなんで、そのメキシコに行こうかなと思った理由についてなんだけど、はい。日本から一番遠いところで、日本語教師の仕事があるところに行こうって決めてたの。めっちゃおもろい。なんではい。なんでうん。なんで日本から一番離れたところっていう、うん。それには何か理由があるんですか？なんかかっこいいじゃん。
いや、それもあるし、なんかせっかく若いし、なんか最初は3年ぐらい働いたらいいかなって思ってたのね。なるほど。まあうん3年ぐらいすごい違う文化のところに行ってみて、ああなんかユうスケすごいなんかかっこいいなって思われたかったと思ってたんだと思う。なるほど、なる大学生ほど。の時の僕は。うで、外ん。国に行ったことがなかったんですよね。そう、ゼロ。うん、すごいな。それでメキシコを選んで、うん。もうメキシコに住みに行くっていうのは、だいぶ勇気がいったんじゃないですか？いや、みんなが言うほど怖くもなかったし、不安でもなかったよ。うー多ん。分ね、その外国に行ったことがある人は知ってるじゃん。外国の生活が大変っていうことを。うん。少しは。僕うんうん。は行ったことがなかったから、もう全然分かんなかったし、こうテレビで外国の写真とか見て、わあ、かっこいいな、ぐらいしか思ってなかった。なるほど、うなるほど。メーん。キシコにナルコスがいることとか、あんまりよく知らなかった。ようん。かったですね、知らなくて。そうね。でもとりあえず、行く前にインターネットで、グアダラハラって調べたのね。そしたら、うん。グアダラハラは美人な女の人が多いですって書いてあって、あ、もう大丈夫だと思って。それもまあ決め手の一つになったんですかね、いや、多分。それは仕事が決まった後だよ。あ、よかったよかった。はい、わうん、仕事かりました。が決まった後。大問題だよ、こんなんで決めたらね。うん。とりあえず美うん。人がいるからグアダラハラに行ってうん。仕事を見つけようっていうのではなかったそうです、そうんですね。じゃない。もともとあ、も行く前からもう日本語の先生のお仕事は決まってた。なるほど、うん。なるほど。わかりました。で、これ怖いさっな。編集でこれなんか大丈夫かな。美人の人みたいに、美人のせいで行きましたみたいなのにならないか。私が編集しますから、ああ、恐ろしいね。はい。はい。ねえ。で、さっき、うん。ゆうすけさん、3年ぐらいメキシコにいようかなと思ってたって言ってたんですけど、うん。もうメキシコに行って何年になりますか、今？もう7年かな。8年、7年半ぐらいかな。もうすぐ8年。ねえ。うーもうん。3年全然超えてますよ超えてね。るね。さらに倍みたいなね。さらに倍。はい。うどうしん。てメキシコに残ろうと思ったんですか？そうだね。まあ、一うん。つの大きな決め手は結婚してるので、おお、そうですね。奥さんメキシはい。コ人だし、っていうのうん。もあるし、やっぱメキシコが好きだからかな。うーいろんん。な意味で。うん。うんうん。例えばどんなところが好きですか？そうだね。これ話すってなると結構かかるよ。うん。なんだろう。まず、その一番いいのは、そのうん。人と人との関係をとても大切にするし、人と人うん。との関係で生きてく街だからかな。ちょっとなるほど、な難しいかな。るほど。いや、難しくないと思います。うんううん。ん。まあ、ミクもほら、メキシコにいたからわかると思うけど、そうですね。人うん。と人が近いというか、そうだね。ね、コミュニティが強いですよね。強いね。うん。うん。家だから、族だけじゃなくて、うん。うんうんだからやっぱチャンスもあるし、助かるこうん。うん。ともあるし、まあ逆にストレスもあるんだけど、あ、すごい人間らしく生きてるなとは思私もそれは感じました。う。うメキシコにいん。て。すごいね、みんなウェルカムって感じですよね。そうだね。そうだね。家族を大切にしますよね、メキシコ人は本当に。そうだね。まあそれが本当にいい文化だとは思う。まあもちろんいいことだけじゃないけど、その家うん。族と一緒に生きている感じが、やっぱ日本人の僕からすると、とてもやっぱびっくりする。そうですうね、そうでん。すね。まあ、も日本でもまあ家族によりますけう、うど、ん。メキシコ人の家族よりはね、そんなに近くないですよね。そうね。僕自うんうん。身が、その、大学に入った時から、もう高校卒業してから、両親と一緒に生活してないんだよね。うーん、そうなんですね。そう、じいちゃんばあちゃんと生活をしていて、なんなら多分俺高校生の時の半分ぐらいはもう父さんが、他の町に行ってたから、うーん。うん。だから家族と過ごしたっ
時間ってもう18歳とか17歳ぐらいで終わってるんだよね。そうなんですか。うそれはん。ちょっと珍しいですけどね。まあでもその地方に住んでるうん。大学生とかは結構東京の大学に行くってなるタイミングでもう家族とは離れるみたいなの結構多いけどね。あ、そうですね。うもうん。18歳、19歳ぐらいでうん。上京したりとか、都会に住みに行ったりとかしまそうだすか？そうですね。ね。うん。なるほど、なるほど。でも、ね、メキシコ人に比べると、うん。やっぱり家族のつながり、友達のつながりもそうだと思いますけどね。そうだね。ううん。ん。日本はもう少しそう、なんていうかな、孤立しているという感じでもあるけど、うん。それも見方によっていいこともあるうし、ん。悪いこともあるし、どちらがいいっていうことではないけど、そうだわね。でもメキシコの温かさ、人のう温かん。さは私も大好きですね。そうだね。うん。まあ、あとはこう日本人からすると、その友達の関係の話なんだけど、やっぱうん。空気読むって大事じゃん。日本で。そうですね。そう例えですね。ば、その友達とお酒飲みに行って、ごめん、いつもお酒なんだけど、なんだろう、あ、今この場でこの話をした方がいいなっていうのはいつも考えながらやっぱりお酒を飲んでた気がするんだよね。なるほど。自分が話したいことっていうよりかは今話した方がいいことうとか、ん。なんか受けを狙うとか、うん。うん、だからなんかそういうのはすごく疲れてたっていうのはある、正直。うん別にそうん。れが悪いことだけじゃないんだけど、なんかちょっとしんどいなと。うんうんうんううんうん。ん。それはね、私もスペインに19歳の時に行って、おお。帰ってきてからそれを感じましたね。このうん。空気を読むっていうか、なんだ、みんな一緒がいいみたいなね。変わってる人うん。はちょっと生きにくい、生活しづらいのが日本かもしれないね。そうですね、そういうところはうあると思います。ん。うん。それがいいことにもなるんですけど、うん。性格によっては生きづらいと思う人もいるかもしれないですね。いるよねとか言って、私ちょっと今敬語忘れました。イエローカード、イエローカードピイーっつってね。エローカード、イエローカーいや、ド出た。大丈夫、やばい大丈夫。やばい。そうだね。はい。その生活するのにはやっぱりこうなんだろう、日本人が今考えていることとか話してほしいこととか、その言わない方がいいものとかっていう、なんだろう、文化ってものっていうものでもないと思うんだよね。なんかうそうん。いう文化っていうよりかそういう考え方っていうか、なんていうのかな、そういうのがうん。そのメキシコに来て割とリラックスしているなとは思う。割とっていうかめっちゃリラックスしてると思いますけどいね。やそれでもメキシコ人にもあるよ、やっぱりそのこいつちょっと空気読めねえなっていうのはメキシコ人にもいるし、なるほどメキシコなるほど。人の中でもやっぱそういう子がいるとなんかなんか疲れるなみたいな雰囲気はあるよ。それは多分世界どこの国でも同じだと思そうですね。もうう。う人種関ん。係ないです関係ね。ないと思う。ただ日本はそのなんだろう、地雷、その踏んじゃいけないところ、つまるとはいはい。こうやってはいけないもののルールがちょっと変だったりちょっと多かったりするかなとは思確かに。う。うん。はい。それはめっちゃわかります。うん。で、メキシうん。コで他にメキシコのこういうとこ大好きだなっていうところありますか？そうだね。なんかね、うん。ちょっと前の話にも関わるんだけど、うん。すごくいろいろなね、もので OK っていう、いろいろ変わおってて OK っていう、印象があるのね。で、おお。ちょっとすごく今、分かりにくい言い方をしてしまったんだけど、その、うん。僕が日本に1年に1回帰るんだけど、日本の景色ってすごくなんか白黒なイメージがあるのよ。どういうことですか？なんか白か黒かグレーみたいな。なんかみんな大体同じ服を着ていて、同じアクションをしていて、でなんかはいはい。例えばみんな電車に乗るっていう行動はさ、みんな同じなわけじゃん。
うん。で電車の中で iPhone をいじる人が多いじゃん。うん。で iPhone いじんない人はいじらない。これが白と黒ね。うん。でなんか時々音楽を聴いてる人がいるんだけど、なんかみんな同じ感じがするのよね。なるほどね。そうで特にメキシコっていう国はその肌の色も違うじゃん。はい。白い人、黒い人、褐色、茶色じゃないけど褐色の人、はい。太ってる人、痩せてる人、本当にいろんな人がいるから、なんかすごくなるほど。カラフル、毎日が。そうですね。そうですね。あと、ファッションも本当にうん、自分が着たいものを着ますよね。着るね。うん。うん、日本だとうん、自分の年齢を気にするじゃないですか。そうだね。もう30超えてるのにこんうん。なにカラフルな服を着たら他の人に変なやつだと思われるとか。そね。れあれじゃないの？大阪のおばちゃんは覗くにならない？エクセプトですね。エクセプト大あ阪のおばちゃん。あ、ああ、ね。私も多分大阪のおばちゃんにね、うん。40代とか50代になってヒョウ柄着てるかもしれないですけどね。やだな。やだな。絡みづらいな。うん。まあまあまあ、そうですそうね。ね。だから、なんかメキシコに来て変わったなって思う一つのそのポイントが、ファッうん。ション雑誌を読まなくなったんだよね。おー、なるほど、なるほど。僕もその日本に住んでた頃は大学生だったので、今うん。年の流行りはピーコート。ね。とか、ボブに合わせたらいいみたいなのを、まあ女の子だったらね、うんうみん。んな、みんなピーコート着るみたいなね。確かに。で、服選ぶ時も、じゃあ服買いに行くってなったら、とりあえず雑誌読んでからうんうん。買いに行こうってなってたんだけど、割と最近はもう雑誌とか読まないで、なんか、着たい服とかっていうのを選べるようになったかなって感じはする。なるほど、なるほうん、ど。昔選べなかったもんね。ああ、なんか最近でもうん、電車に乗ってると、うん、なんか最近、服の前をうん。中に入れて後ろを出すっていうのが流行ってるみたいで、よくわからないんですけど。そうなんだ。そうそうそう。なんか流うん、行ってるんですよ。おう、で、みんなそれしてる、時があって、おう、すごいみんな並んでる、そこの列に並んでる人みんな同じうん。ように中に服入れてたんですよ。わあ、それきっで、ついな。それを見た時に、うん、うわーすごいなと思って。うん、なんか、でもそれって多分、まあ1年前とかにやってたら、うん。ダサいと思われると思うんですよ。だろうね。でもそれがまあ流行りだから、うん。みんなするっていうところがちょっとびっくりしました。そうね。なんかうん。日本ってやっぱりなんていうのかな、変わってるよね。うーうーん。ん。まあ多分ね、いろいろな文化とか人種がうん。混ざった国うん。は、まあメキシコもそうですけど、ヨーロッパうん。とか、お互いの違いを認め合えるって感じがしますけど、そうね。やっぱり単一民族なので、うん。日本人しみんなかいないから同じ、ね。そうですね、う日本人しん。かいないので、うん。みんな同じようにとか、うん。あの、まあルールを守ることはいいことですけど、みんな同じように生きないといけないというルールはないじゃないですか。そうだね。ないけど、あるように感じてしまううっていうのが ーん。はい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 。日本だなと思うんですけど、やっぱりうん。メキシコにいた時に私も感じたことは、うん。自分らしく生きてるなっていうああ、そうことでね。すね。うん。なんか別に頑張らなくても自分らしく生きれる国なのかもしれないよね。うーん。うん。